次に IVPD なんですけど、こちらはどういったところを目指しているんですか？ですね、これは非常に医学的には面白い、機能で、ただ単純に、僧帽弁の通過血流を時々刻々とカラー M モードで追ってるだけで、左心室がサッキングするようなドライビングプレッシャー、圧格差が、簡易に、数値として出てくるというだけのものなんです。でこれは我々が僕が創設した血流会という、血流解析を議論する医工連携の研究会で、特に循環器内科の先生たちの間で非常に火のついたトピックの一つになっていて、でこの左室の心内圧格差は左心室の拡張能を非侵襲的に見えると、つまり、収縮能とか拍出能を見る検査はいくらでもあるけれども、心臓っていうのは吐き出すだけじゃなくて、柔らかく広がって血液を吸い込む力というのも非常に重要で、それはもう臨床的に非常に重要で、心筋の柔らかさというのを拡張能というのが生命予後を大きく決める一つのファクターになるので、それを検出する方法が今まであんまりなかったと。でそんな中で IVPD っていうのはエコーで簡易に非侵襲的に、検査できるということで、非常に注目を集めてるんですよね。でしかしながら血流界、エンジニアの立場で聞いてて分かると思うんですけれども、 IVPD のセッションが一番盛り上がってるけどエンジニアには全く分からないというマニアックなセッションだと思うんですが、はい、エンジニアの観点からああいう議論は聞いててどうですか？難しいですね。やっぱりその拡張能っていうところが感覚的にピンとこないっていうのがあるんで、なんとなくですね、ポンプって押すものっていうイメージがあるので、その広がる方の重要性っていうのがよくわからないっていうところもありますし、あとその流体力学やってる立場からすると、なんていうかそのベクトルで流れが見えるともうちょっと分かりやすいんですけど、圧だけで全て議論してるっていうのはすごいマニアックな世界だなっていうふうには思ってしまいますね。こういうところがその流体力学の、工学者とか、物理学者と臨床医とのフィーリングの違いなんですよね。で、我々臨床医は当然収縮すればバネがこう縮めば伸びるのと同じで、収縮すれば当然拡張するわけです。で拡張が硬いと左心室が広がってくる手前には肺があるので、肺に血が訴えするので患者さんは非常に強い症状を訴えるわけですよね。だから柔らかく広がってくれないと困ると、押す方はなんとかギリギリ押してくれりゃいいというような側面が一部分の心不全にはあります。全部じゃないですよ。でというのが一つ。それから流体力学、流体工学は常に速度だとか速度ベクトルとかベロシティの方を求めようとすると。でそれはナビエストックス方程式の構造もそうです。でしかしながら医学の歴史は血圧の測定は昔からやっていたと。圧だけで議論してきた歴史があんまりにも長いんですよね。で圧格差が発生するところにはドライブが発生する。でそのドライブの強い弱いがポンプとしての機能の一部分を見ているっていうところから、圧ということに対して、その循環器の医師たちは非常に敏感なんです。でそこのところの、ギャップがあって、解いてる方程式はめちゃくちゃ簡単な方程式なのにエンジニアには全然理解されないというフィールドが IVPD のフィールドです。で、そんな議論を分からんなと思いながら聞きながら、どういう製品にして届けたいですか？私自身あまりその臨床家の気持ちにはなれないんですけど、できる限りですね、使ってて操作性が気持ちよくて簡単に好きな場所のデータが取り出せてっていう、臨床家の先生方にですね喜んでもらえるものを作ろうということは常にしております。ありがとうございます。それだけで多分、十分なんですよね。
ありがとうございます。ありがとうございます。